こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はちょっと面白いモデルで CVJ このかです。このチャンネルで CVJ のモデルを扱うのが初めてなんですよね。そうだね。なんか今まで縁がなかったようで、手元にもう一本 CVJ のモデルがあるので近日レビューするよ。はい。このかってどういう意味？ハワイ語で幸福だそうよ。このイヤホンの名前がそこから付けられたかどうかはわからないけどね。へえ、聞くと幸せになれるのかな？買うと幸せになれるツボみたいで、なんかちょっと引くわね。冗談だよ冗談。価格が2000円台だからエントリーモデルみたいね。愛がさっき言ってたちょっと面白いモデルって何？なんかね、振動するのよ。どれが？これが。嘘、ほんと。そりゃあ音が出るんだから振動はするでしょうよ。音は空気を震わせてるんだから。それはそうなんだけど、もっと振動するのよ。1DD プラス 1BA プラス 1VU。VU って何？紫外線遮るやつ。それは UV だよ。通常のドライバーの他に振動ユニットが搭載されているんだよ。どれどれ？確かにちょっと振動してるけど、言うほどでもないのね。そうだね、もうちょっとブルブルするのかと思ったけど、そこまでじゃなかった。でも、一応効果はあるね。こんな感じで、チューニングスイッチでオンオフできるんだわ。常に振動されても困りますからね。サイズ、重さはこんな感じで、軽めで厚みも気になりません。視界に触れる部分がほぼ平面なので、愛は装着感が少し気になりました。ドライバー構成は 1DD プラス 1BA のオーソドックスな構成に、例の振動ユニット。振動するけど骨伝導じゃないよ。そうなのね。波形はこれね、チューニングスイッチオフだと 1DD、低域がさほど強くなく、2キロあたりが目立ってるね。低域は振動ユニットを見越してのチューニングなのかな。右はスイッチ1オンで 1DD プラス 1BA に、4キロ過ぎあたりから BA がこんな割合で効いてるね。BA の役割がはっきり見えるのって珍しいですね。そうだね、それが見られるからこのかをレビューしたくなったんだよ。次はスイッチにオンで振動ユニットを入れた場合、ちょっとレベルに差が出てるけど傾向はほぼ同じで、これが全部重ねたもの。振動ユニットを入れた2つの波形のこの部分、もしかしたらマイクで振動を拾ったのかもしれないね。ちなみに振動ユニットがどの周波数帯で効くのか気になってちょっと測ってみたところ 90Hz から 180Hz で効果があった。このどちらのパターンもほぼ同じ効果だけど、こっちの方が 200Hz ぐらいまで振動しているように感じた。逆に 80Hz だとピタッと振動が止まったので、サブベースの低い帯域ならすごい反応を得られるのかと期待するとがっかり。一般的にキック、ベースの帯域にはマッチしているので、この辺りは狙って調整しているのでしょう。ではサウンドチェックですが、振動ユニットの効果は拾いました？一応取って聞き比べたけど拾えてなかったんで、今回はこの2つのバリエーションをいつもより短めで聞いてもらいましょう。了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。思ったより分かりづらかったですかね。実機だとスイッチ10セッティングの方が抜け感の良いサウンドになったって感じますね。2000円台で振動ユニットまで載せてるから音質がちょっと心配だったけどしっかりしてたね。音楽専用で振動ユニットを動かさないならこんな感じで EQ でバランス取ってみて個人的には結構良くなったよ。これってあれじゃん。ハマーン
ハーマンターゲットカーブに近いって言いたいんでしょ。あ、それよ。ジャックさんが調整するとみんなこうなっちゃうのね。そりゃあ好みがあるからしょうがないじゃん。振動ユニットについて聞き比べてみたけど、純粋に音楽を聴くには不向き。余計な振動は抑えたいのに、あえて振動させるなんて邪道じゃん。それはそうかも。でも、ライブとか映画館で体験する振動の感覚、再現してるかと言われれば、ちょっと違うけど、雰囲気は味わえる。個人的には、ライブでの音の大きさから来る振動は嫌いじゃないが、音がでかすぎるのが正直嫌。音響関係で働いてる友人曰く、PA の人が麻痺してるとか。ライブ動画でも確認。これはまあ、オンにしといてもいいんじゃないかな。アクション映画のアクションシーンで確認すると、確かに迫力は増した。低域に対して、振動ユニットが反応するので、セリフにはほとんど影響してる気はしない。01と11の振動モードでは、11の方がクリアさが増している気がしたけど、基本、低域に迫力を持たせるので、全体的には曖昧さが増す。といった感じで、このかは基本、中高域重視のチューニングで、映画視聴でのセリフ、ゲーム内での敵の位置を把握しやすくする定位感も上がりそうなので、音楽以外の用途が多い人向けという印象でした。面白いけど、リスニングだけで使うならスルーだなという気がしました。個人の感想ですけどね。ということで、CVJ このかのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。